回転性のめまいがすごいひどくて、エレベーターに乗った瞬間に自分の階で気を失って倒れるっていうことがあって、そのまま入院して急性骨髄性白血病ですって言われて、白血病って何ですかみたいな、がんとも分かってなかった、そもそも。はい、それではガンノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは大西奈美さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ニコニコがん患者の大西奈美です。お願いします。はい、お願いします。はい、すごくね、笑顔な素敵な、そんな大西さんなんですけれども、様々なね、経験談から今日お話をいただきます。まず私なんですけれども、岸田と申しまして、今日 MC を務めるがんの経験者でございます。そして、今日のゲスト、はい、大西奈美ちゃんなんですけれども、奈美ちゃんのね、急性骨髄性白血病に、はい、19歳罹患されていって、移植やね、薬物療法、放射線など様々な治療をされていらっしゃいます。そんな奈美ちゃんの経験談をこれからお話を聞いていきたいと思いますが、はい、この後にですね、患者の浮き沈みなどグラフで表していきます。また、個人の経験談で特定の治療を推奨していないということ、何かありましたら、主治医の方にですね、ご相談いただければということを思っております。早速なんですけど、大西さんの、ペーシェントジャーニーはこちらになります。じゃじゃーん。はい、じゃじゃーんという風な形でですね、もう様々なね、心電図かぐらい多いといるんですけれども、その中でどういったことがあったのか、お話を聞いていきます。まず一つ目、こちら。保育短大に入学ということで、保育士になりたかったということですか？一応資格を取っとけって言われて、子供好きだし、保育行っとくかって感じで入学しました。はい。ね、入学されていって、で、そんな中で、こちら、めまいで倒れる。これは授業中にとかで？いや、当時がコロナ禍だったので、もうお家で寝てる時もう日々過ごしてる中で回転性のめまいがすごいひどくて、ひたすらめまいに悩まされててっていう日々でした。ずっと回転性のめまいでもう辛い状況。ただまだポジティブな赤色なんですよ。そこまで？多分コロナ禍だからなんか体おかしくなっちゃったのかなって思って、体力もなんかなくなっちゃった、なんか運動しなきゃなとか、なんかちゃんと生活してないからかなって感じで思ってました。まあね、そのコロナ禍でそうなったのかなと思いつつ、そこから下がっていきます。それが次こちら。はい。高熱や頻脈で緊急入院ってありますけど。そうですね、めまいもあって、で、その後に2回倒れてしまって、お出かけしようと思ってちょっと外に出て、バタンって倒れたりとか、2回目はもうエレベーターに乗った瞬間に自分の階で気を失って倒れるっていうことがあって、もうそれでただごとじゃねえぞっていう母親が脈とかを測ってくれて、そしたらもうこれは緊急入院だ、これはまずいぞって言って、もう何もよくわかんない私が緊急でなんか病院行くんだって感じで行った時じゃあ体力と体調的にはちょっと下がってるけど、気分的にはなんか緊急入院するんだなぐらいの。多分その時は確かに緊急入院するまでのまず緊急外来に行く時にいろいろすっごい検査されて、今日のテレビ見れるかなみたいな、何時からテレビだ見れるかなと思ったらそのまま入院して、熱があるからコロナ疑いだからコロナだから1週間ぐらいで退院できるかって思ってました。そっか。まだこの時は本当に自分がそのコロナ禍もあって、それによるなんかコロナの体調不良だって思ってたってことですね。そんな中で緊急入院をねしていく。それもお母さんが全部救急車とか手配してくれて、もう車で行った。直で行って高熱頻脈っていう風な、流れになっていきます。その後こちらがん告知ということで、このまますぐ受けていくんですね、がん告知を。あんまり覚えてないんですけど、多分親が先にがん告知を受けてて、私は知らない状態で、でもそんなに日が空いてたわけでもないんですけど、告知を受けたけどあんまりよく分かってなくて、急性骨髄性白血病ですって言われて、
先生、白血病って何ですかみたいな。うん、がんとも分かってなかった、そもそも。白血病はがんって知らなかったから、何ですかそれみたいな。っていう告知を受けていくという風な。そっか、白血病もまだ何かわからない状態ってことですね。そうですね。じゃあもう何かわからないままそのまま入院をしていくはい。状態がきます。もう、そうね、もう病院もその運ばれていった病院で、がん告知。そこの、最初行った病院だと見れないからっていうので、もっと大きい大学病院に、そのままもう夜中に移動して、で、そこで告知されて、はてって感じで。そのがん告知ね、受けていって、そこから下がっていきますが、これが薬物療法。はい。抗がん剤？抗がん剤です。すぐ抗がん剤入ってくるんですか？わかんないです。覚えてなくて、本当に自分が今何されてるのかもよくわかんないし、多分説明はたくさん受けてるはずだけども、まあ、素人が考えるより、みんな考えてくれてる治療法をやってもらいましょうって感じで、どうぞって感じで、よくわかんないまま。そっかそっか。このね、薬物療法とか、こうね、がん告知していく、されていく。ただ、19歳ですね、その時ね。だから、お母さんがいろいろ、聞いてくれてて、その時はっていう感じですけど、これちょっとこの前半戦の中で一番下がってると思うんですけど、これは治療が大変だったから、辛かったから？治療辛かったですね、結構。やっぱ副反応は結構、どんなとか、副反応もそうですし、そもそも私一人で寝たことなくて、その時まで。ずっとお母さんと一緒に寝てたから、病院とかそういう怖いものも嫌いだし、もう、その環境が嫌だっていう。怖い、よくわかんないって感じで、調べたら怖いことばっか出てくるから、調べるのも嫌で、調べもせず、とりあえず、どうぞっていう状態で。もうそのまま、もう任せますみたいな。任せますって。とりあえず同意します。なんかリスクとか言われて、と思いながら、でも、やるよみたいな感じで。そっか、ちょっとわからないままっていう感じ、進んでいく。そんな時のね、お写真もいただいております。はい、それがこちら。はい。ということで、これは、どの時のお写真ですか？これは本当に入院してすぐの何も分かってない時の顔。すぐ帰れるんだろうなっていう顔。をしている時というのがこの時ですよね。そっから変えていけるんだろうなと思って治療に入っていき、そしてその後上がっていきます。それがこちら。インスタグラムで発信ということで、なんか発信するきっかけとかあったんですか？自分自身が自分自身がやっぱ調べた時に、怖い情報しか出てこなかったりとか、難しい言葉しか出てこないのがすごい嫌で、自分の経験を発信したら、同じような経験をした子が、少し目に留まって、不安を取り除けるかなと思って解説しました。あと日記代わりでもありますね。日記代わりにもね、はい、やっていき、そして発信を続けていった中で、その後に、20歳の誕生日。ハッピーバースデーですけどちょっとね、青色のネガティブで書かれているということはちょっと寂しかったとかそういうこと？ 20歳入院ケーキも食べれないし、20歳の誕生日をまさかこうやって迎えるとはって思って、めちゃめちゃ一人でしくしく泣いてて。でも一応姉からのサプライズがあって。何があったんですか？私の一番好きな俳優から動画でメッセージをもらって。すごい。そうなんです。ちなみに、ごめん、これはいいので、出しても大丈夫なやつ？出しちゃダメです。誰かとは言えない。誰かとは言えない。イニシャルで大丈夫です。イニシャルもダメ？じゃあ、超有名な、僕も聞かないでおきますね、視聴者の皆さん。ちょっとヒントっていうか、どんな系の役者さんですか？元子役で。元子役の。もう大人になって、僕たちも知ってるぐらい。知ってますね。全員知ってると思います。本当。その役者さんから個別にメッセージもらえた。そうです。お姉さんがなんかそういう
なんか事務所の方にお願いして、まあ事務所の方からも本当に SNS とかには載せないでくださいねっていうののもと、もとね。いただきました。わかりました。じゃあ、元子役の、役者さんからメッセージをいただいて、はい。気になるけど、僕も視聴者さんと同じように、ちょっと想像で頑張ります。はい。で、そのメッセージもらって、ね、まあ、ギリ。だからギリちょっと上がってるのは、そういうことがあるのか。それがなかったらもうどん底もどん底だったと思うんですけど。そういうことね。っていうので、そこ。すごい。そしてね、その20歳の誕生日を迎え、はい。ちょっと下がっていきますが、こちら、卵子凍結。はい。このタイミングでするんですね、卵子凍結。そもそも卵子凍結の存在を知らなかったんですよ。知らなくて、なんと主治医も知らなかったんです。何それって感じです。今思うと、やばすぎると思うんですけど、主治医も知らなくて、私の親友が調べて教えてくれて、で、それで卵子凍結をしたいって主治医に言って、で、まあ、ちょうどまだできるタイミングだったので、やりました。本当？そうなんですね。今まで主治医どうしてたんだと思って。いや、そうっすよね。ちょっと待って、病院は、入院告知されるタイミングで大きな病院に移ってるわけよね。大きな病院に移りました。しかもその病院で卵子凍結の治療をしました。そうなんや。卵子凍結もその病院で、大きな病院で。だからできる環境はその病院に整ったけど、主治医が知らなかったから知らされてなかったっていう。マジか。まあでも今でこそ結構卵子凍結っていろんな芸能人の方がやってらっしゃるから、だいぶ名前としては有名になってるんですけど、当時まだそんなにデータがないっていう状態だったので、数年前とはいえど。だとしても。そっか、卵子凍結ね。そのタイミングでちょっと、やっておこうかっていう。だからそれを、知るのが遅かったっていう意味でも下がってるってこと？というよりかは、卵子凍結をやるときに、なんか、毎日朝注射を打たれるんですよ。筋肉注射を。それが嫌で。で、母親が元看護師なので、毎朝、もう叩き起こされ注射を打たれる。毎日。で、いざ卵子凍結をしますっていうときに、私も一番嫌なのが、1回やります。1回だけやりますよって言われて、2回やられるのが一番嫌で。卵子凍結をその当時も、あと1回入れますよって、あと1回刺しますよって言われて、ピッてやった後に、すいません、もう1回って言ってもう1回やられて、はぁって。結構痛くて、初めて私はその時人に舌打ちをしました。人生で初めて舌打ちが医療者に。はい。もう、なんで2回やった今って。1回って言ってんやんけど。そう、1回だったら最初から2回と言って、2回かもしれないと言って。そっか。いや、大西さんのちょっとね、そこはね、取り扱いちゃんと大丈夫ね。ちゃんと2回やるときは2回言いましょうと。追加で言うっていうなしでね。はい。そういったこともあって、下がっていく。実際ちゃんと卵子凍結はできた。そうです。できました。今も丁寧に保管してます。丁寧に保管してます。今もちゃんと保管してあります。保管してくれてると。はい。その後、造血管細胞移植、姉と書かれていますけれども、家族から、造血管細胞の移植を受けていく。そうです。まず骨髄の、なんていうんだ、骨髄の型が合ってるかっていう検査を3姉妹なんですけど、3姉妹全員してフルマッチで。すごい。そう。すごいでしょ？すごい。3姉妹全員フルマッチで、長女と次女どっちの方が、より成功率が高いかなっていうので、次女の方を選ばれて。長女と次女もフルマッチ？すごいっすね。奇跡の3姉妹。初めて聞いた、それは。はい。やっぱ珍しいことなんですね。主治医の先生も初めて見たって言われて。でしょ？初めて。すごい、そうなんですね。結構本当に珍しい確率で3姉妹とも同じ方で、次女の方から、
移植を受けたと。はい。提供を受けたというのはこの時なんですね。はい。で、まあ、そういう意味でも上がってるって感じなんですかね、今のそうですね。移植はね。だって移植って結構その後が大変って聞くじゃないですか。そうですね。移植の後の副作用が結構嫌で、こう、足がムズムズしたりだとか、特に嫌だったのが、これどういう言葉で表すんだろう。すぐ何でも飽きちゃうってことが起こって、もう何をしても、例えばこう、いつも見てる YouTube を開いても、もう最初の数秒でなんかもういいやって思ってしまって、で、スイッチも出して、すぐにもうロード画面でもうパッてやめて、何をするにも数秒でなんか嫌になっちゃうっていうのが続いて、一日がすごい長く感じて、多分その副作用自体は2日とかだったんですよ、多分全体で。もう長くてすごい嫌で、で、どっか歩き回ってももうすぐ飽きて戻ってきちゃうとか、最悪でした。そうなんや。それが何だったんだろうっていうのはちょっと未だにちょっと言葉では出てこないんですけど。そうなんね。それはちょっと確かになんかね。他の患者さんでもそういう方がいらっしゃったので、で、その人はもうひたすら歩いてるって言ってて、よく歩けるな、私すぐ帰ってきちゃったと思って。そっかそっか。そういうまあことがあったりとかして、この時にちょっとお写真をいただいております。それがこちら。メリークリスマス！メリークリスマス！これは移植した後？移植する前？直前ですかね。確か。もう親に頼んで、こういうトナカイのやつを買ってきて持ってきてって言って、私は病棟でこんな感じで、一応ハロウィンも自分でメイクしてのんきに過ごしたりしてたんですけど、まあこんな感じで割と入院中は楽しく過ごしていこうぜっていう精神が溢れ出るお写真でございます。そうか。もうこの時髪の毛抜けてるのはその前の抗がん剤の影響で。そうですね。はい。そっかそっか。で、この後に移植を受けられていくような状況の時のお写真ということですね。ありがとうございます。で、そしてその後に1年遅れで大学を卒業していく。これはパチパチなのか、それともちょっとね、ネガティブだからあんま良くなかったのか。まあ、まず卒業できてパチパチ。卒業できてパチパチ。おめでとう。なんですけど、やっぱ1年遅れ、別にそれ病気がんうんぬ関わらず1年遅れだから、やっぱり友達と一緒に卒業したかったっていう思いが大きくて、卒業式もまあ後輩が一緒に行ってくれはしたけど、ふてくされて私は爆速で帰りました。そっか。まあそういうね、やっぱ1年遅れるとね、周りのね、人たちっていうのもね、関係性が変わってきますもんね。授業とかもやっぱりね、1個下の子たちと一緒っていうのはちょっと寂しかったですね、やっぱ。はい。そんな中で次はこちら。入学おめでとうございます。おめでとうございます。入学専門学校、次は何を学ばれていくんですか？次テーマパーク学科に。何それ？入学しました。そうなんの？はい。へえ、すごいですね。なんかそれは、なんか入院してる時に、なんか、テーマパークで働きたいってなったとか。この入学した時にはすでにテーマパークでアルバイトしてはいたんですけれども、やっぱりちゃんと学びたいなっていうのと、やっぱり一回がんになったことによってやりたいことがやっぱ入院中ってすごい考えるじゃないですか。めちゃめちゃ考えて、やっぱ自分のやりたいことをしたいっていうので専門学校に入学しました。で、大丈夫な体調面は？これですね、これ1ヶ月後に再発するんですよね。いや、そう、じゃあちょっといきますか。その後、再発。1ヶ月後。入学して。入院して華々しく過ごしていたら、急に電話かかってきて、すぐに病院に来いと言われて、これはやべえぞって思って行ったら、再発ですって言われて。何？
再発と言われた時の心境、いかが？やっぱ入学したばっかやでっていう。もう、せっかくこう、退院して、よしって前を向いて、進もう !1 ヶ月再発ダーンっていう。嘘やんっていう。ガチ嘘やんという風な時が、この再発かな。はい。そしてですね、再発した後に少し上がりますが、それが薬物療法を、これも抗がん剤をやっていく。はい。まず最初に、入院する前に、お薬で抗がん剤を飲んで、結構その時期自体はだいぶ辛かったんですけど、入院した後の抗がん剤治療、点滴で受ける治療は、前もやったことだしっていう感じで、慣れたもんです。ああ、そうなの。前もやった薬物療法だし、抗がん剤だし。同じようなもんでしょっていう感じで、初めてよりかはっていう。そういう意味で分かってるね。そう、逆に言うとそのお薬での抗がん剤は初めてだったので、その面ではだいぶいつも吐き気があったりとかで、それは嫌だったんですけど、同じように点滴のやつは前もやったしって感じで。その後ですね、薬物療法やって再発した後にどういう治療をされていくのかというと、次はこちら。造血細胞移植。ありがとうございます。ありがとうございます。次はドナーの方から、移植をね、はい。するとありがたいいうことに。風なところで、ドナーの方よく見つかりましたね。そうなんですよね。最初想定されたドナーさんと、割と直前で変わったみたいではあるんですけど、無事できたっていう感じです。そうなんや。これはやっぱ、その骨髄バンクに登録してから結構時間かかった？一般的にどのぐらいかかるかあんまり分かってないんですけど、そんなにすごい待ったっていう感じではないと、それこそドナーさんが見つからなくてっていう状態ではなかったので、もちろんフルマッチの方とかはいらっしゃらなかったんですけど、ちょいずれそれドナーさんから骨髄の移植の提供を受けて、そしてそこから上がるのは病棟内で友達ができたということですかね。はい。これは移植のその無菌室とかそういう病棟の中で？そうですね。病棟の中で友達ができて、2人同世代の男の子。それ以上でもそれ以下でもなく。いや別にそこ期待してない。別にそう、普通に友達できて、なんかして遊んだのかなとか、ちょっとそういう想像したんですけど、ごめん、ちょっと想定が。いや。でも本当に毎日のように、もう朝行くかって言って集合してコンビニ行っていろいろ買って、で、夜は夜で全員その食事を止めて、コンビニで買ったやつをおのおの食べて、早めに集合して、もう消灯時間までずっと何か映画見たりとか、おしゃべりしたりとかして、9時の消灯になった後に歯を磨き始めるっていう。ちょっとでも時間を稼ぐ。無言で真っ暗な中で3人ともシャカシャカっていう毎日でした。そっか。じゃあ、その入院中も大変やったやろうけど、楽しくもありっていうことなのかな？そうですね。本当に誰かが退院するときにはもう退院パーティーだって言って、もうポップコーンとか開いて看護師さんにバレて怒られるっていうとこまでがセットで。そっか。そうね、友達と楽しんでいたということですね。ちょっとこの入院中の時に、撮っていただいているお写真がこちらになります。じゃんということで、こちら、左側のお写真はどんなどのような状況？どっちも本当に、2回目の再発してからの入院中のお写真で、どっちも私の恋人が撮ってくれたやつなんですけど。恋人？さっきの3人組の2人のうちに誰か昇格した？ではなく。はい。ちょっとこれはね、後でまだ詳しくお伺いしますので、はい。この、彼氏さんが？はい。
プレゼントしてくれたライオン。ライオンと一緒に写ってる。そうです。これを俺だと思ってねっていうので、ライオンのぬいぐるみ。私のプロフィールにもライオンがポンっているんですけど、今日なぜか持ってくるの忘れたんですけど、ライオンがポンっているんですけど、それはもう入院中にずっと支えてくれたもう、分身みたいなものなので、ずっとベッドに置いといてました。そっか。なんかこのドアの外から写真撮ってるのは、そうですね。何これ、入れないってこと？そうです。無菌室、ドア1枚、多分普通の病棟だとそのままさーって入れるんですけど、ここに関してはもう病棟自体が無菌病棟なので、ドアが2枚ある状態。で、このお写真の場合は、看護師さんが多分通った時とかに、パカーって開いた時とかに、その瞬間を狙って写真を撮るっていう。そういうことね。はい。じゃあ面会は、このドア越しにする感じ？そうです、ドア越し。でも私の友達とかも、なぜか間違えてそのまま突破して入ってきちゃうっていうことがありました。そっか。で、この時ね、写真撮って、それでぬいぐるみと一緒に頑張ってるよっていう風なお写真ですよね。はい。でもここの病院の場合は、むしろガラス越しで見えるからいいんですけど、1回目の入院してたところは、もう完全に会えないっていう状態。顔も見れないっていう、もう階も違うっていう状況だったので、まだ優しいなって思いました。まだここの病院はね。病院はごめん、ここの病院、この時の病院とまだ違うの？いや、1回目は抗がん剤から移植の時に転院してます。この間転院してるのね。移植ができる病院に転院して、で、1回目の移植の時は全く見えなかったよね。1回目の抗がん剤の時ですね。抗がん剤の時か。抗がん剤の時は全く、コロナもあったんちゃう？そうですね。そっかそっか。で、会えず、で、ここの時から、違う病院に転院しているというふうなことですね。はい。ありがとうございます。で、友達ができて、で、そこからガツンと下がっていきます。それがこちら。BKV ウイルス性膀胱炎。はい。初めて聞くんですが、これ何ですか？膀胱炎です。でもそれこそ、白血病による GVHD っていう。あれですよね。違う、このドナーさんの細胞っていうか、移植で入ってるから、自分の持ってるやつと喧嘩しちゃうんですよね。そうです、そうです。ね。それでいろんな反応が出ちゃう、大原化度性の膀胱炎。で、膀胱炎になって、これどちらかというと全闘病期間の中で一番低いです。辛かったです。1ヶ月ぐらい膀胱炎で苦しんでたんですけど、多分2つ要因があって、1つがもう退院できますっていう状態だったのに、膀胱炎になってしまって、もう退院がバーンって伸びた。これあれやん。ナミちゃんの一番嫌な追加的な状況やん。退院できるって言ったやんっていうので、もう退院目前ってタイミングで膀胱炎になってしまったっていうのと、管を入れたんですよ。尿カテーテル。もう、それが私には合わなくて、合わない、あるみたいで、他の患者さんには、私全然痛みとか感じなかったよって言われたけども、私がそれ入れたら1ヶ月もう苦しみまくって、もう、病棟でも痛くて、大部屋で寝れないから、もうナースステーションの横の処置室で眠らせてもらったりとかして、多分私がもうやかましいから、もう、多分、めっちゃうめき声とか出しちゃうから、もう迷惑かかんない、痛すぎるってナースコールをしたら、もう処置室で一回寝ようかって。そっか。それぐらいやったよね。もううめえて、周りの人に迷惑かかっちゃうし、一回処置室で。でもレア体験だったので。確かに、処置室で寝る人なんて俺、もう初めて聞いたかもしれない。確かに。そっか。これどれぐらい続くんですか？膀胱炎は。だいたい1ヶ月だったかなって、確か。じゃあそれが終わるまではもう辛い状況がずっと。めちゃめちゃ辛くて、で、尿カテーテル抜きますよって言われて、抜いた瞬間に痛みが引いて、こいつかーと思って、
お前か1ヶ月私を苦しめたのはって思っ切れて、てるかと。めちゃめちゃムカつきました。いや、よかった。それでね、体調が良くなっていく中で、はい。ただ、この慢性 GVHD 発症で入院。はい。はい。これがさっき言ったね、体の中で大喧嘩してるような、そんな状況で、次はどういったことになったんですか？これ退院しました。まず膀胱炎で退院しました。で、3日後にまた外来で来てくださいねって言われて、外来の日の朝に足が動かなくて、足が痛かったんだっけ？足が痛すぎて動けなくなって、起き上がれないですっていう電話をかけたら、よし、じゃあそのまま入院ねって、今日はいつでもいいから来てね、入院だよって言われて。そのまま行って入院。はい。今までそんな痛みが入院中も出たことがなかったのに、退院していざ外来って日に限って痛みが出て入院。そっか。入院して治療的にはどんなことするんですか？なんかいろんなお薬を投与された。そうですね。とか、なんていうの、なんかめちゃめちゃ高い点滴。一回数万とかの点滴を、多分結構大事な点滴を何回か入れて、で、それの、大抵、自分で頑張って、なんか維持できるとか、どうにかできるものだったらいいんですけど、なんか採血結果でしかいい割が出てこないタイプのやつだったので、これ私は何を頑張ればいいのって先生とかに聞いたら、どうしようもないって言われて、ナミちゃんはもういっぱい水飲んで寝ててって言われて、それしかできないの私って思って、自分がこう頑張ってどうにかなるならいいけども、頑張ってこう前向きすぎても特に良くなったりはしないんだなって、別に落ち込んでも病気は変わんないし、明るくても病気は特に変わらないんだなっていうのは、そこでだいぶ痛感しました。深いですね。落ち込んでも明るくなって病気は変わらないと。それまではもうとりあえず、もう目の前のことは変わんないから、その分だから目の前の起こってることは変わらないから、せめてもの前を向いてよっていう気持ちは常にあったんですけど、ここまで変わらないとは思わなかったと思って、ちょっと打ち砕かれた感はあります。そっか。もうそんなね、下がっていく中で、今も GVHD の症状があるの？今が分かりやすいのが、皮膚が見えますなんかちょっっとポツポツってなってる。ポツポツってしてるのとか、あと白内障。白内障ちょっとまだ今は割とマシなんですけど、眩しかったりすると光って見えなかったりだとか、あれだ、糖尿病だ。糖尿病にもなって、でもそれはもう治療して、今はもう卒業って言われてる状態です。そうなんですね。そっか。そういったね、こともありつつ、ちょっと上がっていきます。それが、テーマパークでアルバイト。あれ以前からしなかったっけ？テーマパーク、はい、アルバイト。以前もしてたんですけど、なんとこれ、入院中にオンラインで面接を受けました。点滴をぶら下げながら、ちょっとここで働かせてください。私をここで働かせてください。私、前別のテーマパークでも働いてましたって言ったら通りました。ちょっと待って、俺初めて聞いたかも。入院中に、はい。オンラインで面接受けるの？はい。アルバイトの？はい。で、それで働かせてくださいって言って、ただ退院の目処とか立ってないと無理よね。一応立ってました。立ってて、本来白血病だと、それこそ人混みだとか、屋内でのお仕事とか、ダメって言われるじゃないですか。もう、私の場合は、もう実際に以前働いてたこともあるっていうのもあって、多分生活を大事にしようっていうのと、あと面接自体は私は勝手にやったので、もう主治医も値を上げた。主治医も最終的に知ったん？どっかでは。そうです。なんか、もう面接を受けますっていう話はして、オープニングスタッフだったんですよ、そもそも。
だからもうここを逃してはならないっていう、もう絶対にダメとは言わせないぞっていうので主治医に訴えて、もういいよいいよ、なみちゃんいいよって言われて。じゃあ、一応主治医の許可は得ての、ギリ。ギリ許可を得てのってことですね。許可ギリ、よかったギリ得て。よかった。もうそれさえ聞けたらよかったな。もう、はい。そしてそっからちょっと下がりますが、それが足の浮腫で休職していく。はい。浮腫が出ちゃった。そうなんです。もうパンパンになって足が。なんでもう足がパンパンになって、この時はもうすでにテーマパークで働いてはいたんですけど、もういかんせんすごい歩くお仕事、もう1日1万歩なんて余裕で歩くぐらいのお仕事の中、急にもう足のむくみが取れなくなって、大抵もう寝て起きたらまあ引いてるかなっていうのがもうだんだん引かなくなってきて、いよいよこれはきついぞってなって休職をしました。3ヶ月間。3ヶ月間休職をして。はい。そっか。まあそこの中でね、はい。海外との交流をされていきます。なんか、すごいな、アクティブさが。はい。この後に、休職した後？休職して、もうこれ辞めた後ですね、しかも、このアルバイト。この後辞めんねや。はい。そっか。クビになります。クビ？はい。そうなのね。一応戻りはしたの？戻りました。戻りはしたんですけど、まあ一斉退職も、あれですよ。会社都合の一斉退職もあって、私はちょっと職を失いつつも、今新しいところで働いてるんですけど、その中での、この海外の患者さんとの交流。海外の患者さんとの交流をご縁があって行ってきました。なんかの企画があって、それに応募していったと。そうです、そうです。先着でありえない速さで、私がすごいありえない速さで応募したみたいで、余裕だよって。余裕で行けたよ。ちなみに海外はどこに行ったりとか、日本でやりました、これは。でも今年は海外でやると思うんですけど、その年は日本でやる年だったので。海外の人たちとなんか交流して、親睦深めるみたいな感じ。そうです。2泊3日で全部英語での交流だったんですけど、誰も英語圏の人がそもそもいなくて、で、私自身も英語本当に超頑張っても一番下のクラスってぐらいダメな人だったんですけど英語大嫌い人間が本当にこの経験を通して英語で話すのがすごい好きになって、つい最近も海外の方に電車で声かけたりとかして、写真撮ったりとかして、いいね。だいぶ大きなきっかけになりました。交流したりとかして、そんな中で今は月に一度病院に通っているということで、これは経過観察として、それともなんか治療的な意味合いもあって、どっちも？どっちも？そっか、まだ GVHD とかも残ってる。そうですね。まだ大事なお薬とかも抜けてはないし、食事制限とかももろもろまだある状態なので。そっか。がんとしては、造血幹細胞移植してから血液の値とかどうなのか？この数値が高かったらがんですよっていう数値はずっと揺れてはいるんですけど、ずっと同じ揺れ方をしてるから、大丈夫でしょうって今のところは。主治医によってのその見解の違いもあるにはあるんですけども、今のところは少しずつお薬を減らしていってる段階ではあります。はい。というふうなね、今の状況ということでございます。ありがとうございます。はい。この後にですね、ちょっとそれぞれ各質問項目に分けてお伺いをしていきたいなと思います。はい。まず一つ目。はい。病院や治療の選択といたしまして、病院ね、どのように決められました、治療の選択どのように決めましたっていう話なんですが、病院はさっき言ったように最初の、緊急で入った病院に関してはお母さんが連れて行ってくれた病院ってことだよね。で、そこからがん告知を受けて薬物療法入っていくけれども、ここの段階でここで治療できないから一応転院してるのね。はい。で、治療をしていった中で、次、移植があるからまた転院をして。で、その時の転院に関しては、移植できる病院が2カ所あって、どっちにしますかって言われて、今通ってる病院に行ってます。そのなんか選考理由っていうか、
なみちゃん的に何を重視したとかあります？私特に選んでないんですけども、ほう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 やっぱり年齢が年齢なので考えたのは親なんですけど、まあ今行ってるとこの方が有名な病院だからっていうので、こっちを。有名な病院を選んだということね。はいはい。そして治療をしていくじゃないですか。この移植もしていきましょうとか、薬物療法していきましょうとか。ここに関してはもう、なみちゃん的にはもう先生に提案してくださったのをそのまま受け入れてやっていく感じ。そうですね、はい。その治療内容自体はもうほぼ委ねてる状態で、何か副反応とかがあった時にはもうつどつど全部いろんな人に言うようにしてました。ちょっとしたことでもいろんな看護師さんとかに言うようにして、それでも解決しなかったらまた他の人にも言うっていうのを繰り返してたら、解決策がポンって急に返ってきたりするんで、私何か違和感があったら一人じゃなくていろんな人に言うっていうのは入院中すごい大事にしてました。で、それで乗り切っていくっていうことなんですね。だからこのね、辛かったことや副作用や後遺症っていったところで、一番大変だと自分で思ってたのはやっぱりこの膀胱炎もですし、1回目の移植後の手足ムズムズだったり、時間がすごい長く感じたり、あとあれだ、口内炎がすごいできて、それがすごいきつかったのを覚えてます。もう口内炎ができて何も食べれないし、唾を飲み込むのも痛いからずっと管でシュゴーって吸ってもらうっていう。それどのタイミングでできたの？移植後のこの時に口内炎もできてということでね。そっか。その前に氷を舐めて、口内炎が出ないようにするのはしてたんですけど、多分足りなかった。1回目の場合は。多分あんまりちゃんとできてなかったのかわからないけど、すごい口内炎が起こってしまって、2回目はもう反省してずっと氷舐めてました。2回目の時ね。氷舐めて口内炎どう？2回目はできなかった。あ、そうなんや。アイスめちゃめちゃずっと食べて、2回目はもう絶対にあんな思いしたくないと思って、2回目は無事口内炎できずに。口内できず。っていう風な対応したってことね。はい。はい。そしてですね、こちら。辛い時に支えになったこと。治療中でもどのタイミングでもいいんですけれども、支えになってくれた人やもの、もしあれば教えてください。もちろん恋人はそうなんですけれども、友人もそうですし、あと結構やっぱ年が近いので、看護師さんとかとお話しするのもすんごい楽しかったです。で、看護師さんと趣味が近い看護師さんとかといっぱいお話ししたりだとか、それこそ病院に精神腫瘍科の先生がいたので、まず最初に入院した当初に精神腫瘍科の先生がいるんですけど、つなげますかって言われて、でも最初の段階で別に辛くもなんともないというか、本当に入院してすぐにそれ言われても、いやー、今は別にそんな辛くないけど、辛くなった時のために、その人に辛くなった時に初対面だと話せることも話せないからっていうので、事前に関わりを持っておいて定期的に来てもらうようにして、いざ辛いって時にはもう精神腫瘍科の人しか話したくないっていう。なみちゃんも結構そういう精神的にきつかった時っていうのがありましたね。はい。それは膀胱炎の時じゃなくて、それがほぼがん関係ないことなんですけど、なんだっけ、それが多分がんほぼ関係ないには関係ないんですけど、精神的にも環境的にも、私の好きな東海オンエアが活動休止した時に、ファンの人全員落ち込んでたと思うし、看護師さんも落ち込んでたんですよ。なんなら、一緒に看護師さんと落ち込みつつ、それで多分いろんなのが作用してダーンって一番そこで落ち込んじゃって、もう3日ぐらい誰も入れないっていう。検温も本来だったら1日 3,4 回ぐらい来てもらうのがセオリーなんですけど、その時はもう1日1回までにしてくださいっていうので、本当に誰も入れないで、誰かが来そうになった瞬間に私すぐお手洗い行ってました。ってぐらい誰とも関わりたくなかったんですけど、落ち込んでる時ほど人と関わった方がいいなっていうのは思いました。
その落ち込んでたタイミングはこの中でどこのタイミング？ドナーさんの移植後らへん、ここらへん？ですかね。うんうんうん。まあ友達ができた後にそんな塞い込んでたことないと思うから、多分そこら辺だと思います。じゃあ精神が不安定だった時なんだということだね。うんうんうん。で、関わった方がいいと。へえ。で、そこからまあ友達ができていろいろ関わっていくわけになるんですね。うん。そして次こちら。家族のことなんですけれども、ご家族に関しましてちょっとお伺いしていきたいと思います。ナミちゃんのご家族はお母さんとお姉さんの2人ということで、まあ、あれよね、お母さんが、病院に連れて行ってくれたりとかしてるから、もちろんそこら辺は情報共有できてるし、お姉さんたちとも、まあ、移植を通してっていうか、情報共有できてると思うけれども、家族としてなんかこれは、やってくれて嬉しかったなとか、これはちょっともうちょっとこうしてほしかったなっていうのあったりとかしますか？でもやっぱり姉からの誕生日のサプライズは、いや、それはすごいよね。めちゃめちゃ嬉しかったです。それはすごいよね。うん。それはもう、すごい。そっか。そういう、まあ、家族がこう、ね、自分の妹を持ってやってくれたことって。あと、姉が、多分私が最初初めて入院した時に、もう私の髪が抜けると同時に、姉も全部剃ったんですよ。すごい。お姉ちゃんすごいですね。結構長女がだいぶファンキーで。で、もうその時にもう私も同じようになるって言って、もう全剃りして、なんかめちゃめちゃ似合ってました。ほんと。で、次女はやっぱドナーとして支えてくれて、母親に関してはもう全部やってくれました。母親と2人暮らしなので、そもそも。もう全部ですよね。本当に、週2、3回はもう洗濯物をもう持ってきてくれて、病棟内で私が洗濯物を洗ったの多分1、2回ぐらいしかないぐらい。そっか。全部そういったことは身の回りのことはやってくれて。そうです。お姉ちゃんはどれぐらい離れてんの？お姉ちゃん、長女が14個上で、14？次女が10個上。10個？ベビーちゃんです。おー。じゃあもうほんといい、あれやね。もう喧嘩とかじゃなくて普通にもう、喧嘩とか、いや。親がいっぱいいるみたいな。そういう感じよね。すごい。そうなんや。はい。まあ、そういうね、はい。大西さんのそのご家族でいろいろこう、サポートしてくれたということですね。そしてその中で次こちら、妊用性のことについてお伺いしたいんですけれど、妊用性、まあ子供を持つ能力のことを指すんですけれども、このね、話、さっきのね、卵子凍結か。ごめん。はい。さっきのですね、卵子凍結の、時に、その妊用性の話が主治医からなくて遅かったっていう話がありましたが、凍結してって言ったところ、まあこの時のね、注射が痛かったという話あったかと思います。で、この凍結は今もちゃんと凍結してもらっているっていう感じ。取っといてもらってて、数ヶ月前に主治医に自然妊娠はもう多分難しいと思うから、妊活を、まあすぐにではないけど、ちょっと考えてますって話はしてて、それに関してはもう主治医すごい前向きに考えてくれてる状態ではあります。そっかそっかそっか。この卵子凍結をやっぱりナミちゃんがそうしようと思ったのは、やっぱ自分のなんかいろいろ将来とかいろいろ考えて自分で決めたって感じだよね。まあでもほとんど、やっぱり親が、まあまだね、この当時も特にパートナーがいるわけでもなかったけれども、やっぱこの先妊用性がなくなるっていうので、まあ結構費用も高かったんですけども、もう親がそれはもうやりなっていうので。出してくれたと。はい。いうこと。あ、そうなんや。じゃあこの時はまだパートナーいらっしゃらなかったね。いなかったです。じゃあその妊用性ね、卵子凍結してよ。ちょっと次の話、ちょっと一番皆さんが、気になっているお話、ちょっと聞いていきたいと思います。はい。恋愛や結婚についてということで、こちら恋愛
や結構彼氏さんにどのようにがんを打ち明けたんですかっていうことで、どういうきっかけでお付き合いされてとかっていうのがちょっとお伺いしてもいいでしょうか。はい。出会ったきっかけはそもそも、まずすでにがんになってる状態で待ち込んで出会ったんですけど、超どうでもいいか。がんになった状態で出会って次の日にもう打ち明けました。がんなんですよって。お相手さんの反応どうでした？びっくりしてましたね。びっくりしてたんですけれども、その時はもう寛解もしてるし、別に当時は再発前だからすごい元気な状態だから、あんまり実感が湧いてなかったのもあるとは言ってました。そっかそっか。びっくりしてるけど、過去の話みたいな感再覚で。発前ってことは、この卵子凍結がこうやってこの間ってこと？専門学校入学した後。入学のよりも前。ここら辺か。はい。卒業の前だ。ここか。はい。ピンポイント。ここの間に、彼氏ができたと。はい。いうことなんですね。で、それで待ち込んで出会って、で、それでその後、自分の病状を説明して、一応、がんはその時にはもうないだろうと言ったところで、はい、あまり実感はなく、それでお付き合いされていくということなんですね。そっかそっか。ほう。ということは、その後の再発した時とかは、結構びっくりしてたんじゃないですか？そうですね。だいぶ彼も動揺してたみたいで、やっぱりもうまた再発とかまではもう考えてなかったと思うので、いざ再発しましたっていう時には、もちろんすごいたくさん会いに来てくれてはいたんですけども、なんか勝手に私振られそうになってたみたいで。だってぬいぐるみ交換してんの？そう、ぬいぐるみを交換してるのに。本当に私つい最近本人から実はって聞いてて、彼もちょっと特殊なお仕事なので、やっぱちょっとすれ違いな。彼も頑張らなきゃいけない時があって、で、私が辛い時に自分が支えてあげれるかどうかわからないっていうので、やっぱり人生を背負うにはちょっと重たいかもしれないっていうので、勝手に彼は友達に相談して、勝手に私を振ろうとしてたみたいで。そっか。で、いざ、ちょっとナミちゃんが辛い時に、一緒にいてあげられないと思うよっていう風に話されて、どうぞってどうぞどうぞ、別に2回目なんで私って。彼の職業も理解した上で支えてるつもりだから、どうぞそれはもう専念してくださいっていう感じで言ったら、その反応がすごい想定外だったみたいで、じゃあいけるわって思って、今も。だからそっか。彼氏さんとしては自分が支えないといけないと思ってたけど、そこを想定外の返しが来たということだね。そっかそっか。ただその危機を、無自覚に乗り越えておりましたということでですね。そっか、はい。次のね、ちょっと質問に移らせていただきます。次は、こちら、学校のことといたしまして、学校もね、入学や卒業とかね、そういったいろんな、タイミングが重なっていたかなということを思うんですけれども、卒業とか入学とかね、治療の後になりますが、この時は、だから大学は休学してました。けど、コロナ禍の良かったところが、オンライン授業。そっか。オンライン授業で半年は単位取れたんです。前期はもう単位フルで取れて。で、後期はもうちょっと移植で休学しようって言われて、私は休学しないって言ったまま休学されてで、復学して、で、白血病と相性が悪いのが子供、保育学生で。そうや。保育の学科や。何がやばいって、保育実習、幼稚園実習、まだ残ってて。いけるん？その時だけ主治医にお薬を増やしてもらったりだとか、もう重装備でずっと手袋つけて、マスクももうガチガチなやつをつけて、もう子供にはもう最初の時点で簡単に、ナミ先生、風邪ひいちゃうかもしれないから、こうやって手袋つけてるんだとかっていう説明をして、
乗り越えてました。でも、やっぱり途中で、絶対私実習中に真ん中でガンって体調を崩すんですよ。それは多分、白血病だからなのか、みんなそうなのかで、実習中みんな疲れちゃうからあるあるではあると思うんですけど、やっぱどうしても白血病で子供と関わるなんてもう禁忌も禁忌だと思うので、それはもう全部乗り越えましたよっていう実績はあります。そっか。で、なんとか卒業もできてて。なんとか。ああ、そうだね。それは大変やったね。いや、よくできたなといや、思います。よくできた、よくできた、本当に。で、その後、違う、専門学校に入学して、ここは、はい。あ、そういや、ここ卒業って書いてない。どうなってんの、今。退学しました。あ、退学したのね。大学みたいに、単位が保持されないのが、やっぱり問題で、やっぱ専門学校なので。で、退学するか、もう一回もう一回1年生からやり直すかの2択だったので、退院するときにもう新しいテーマワークに入ったので、そうね、こうね。もうきっぱりとそこは退学をしました。そっか。でも学費は2年分払ってる。そうなんあれ1ね。年分だっけ？学費はもう1もう年入った分がっつり。後に。そっか。そうなのね。はい。そんな、治療とやっぱり学業っていったところがね、結構大変なんですね。そんな中で次はこちら、お仕事のことにはなるんですが、お仕事、テーマパークでのお仕事。はい。これも休職してっていう話でしたよね。で、その後、休職して、お辞めになっていくっていう風な感じですけれども、今は大丈夫なんですか？そうですね。今は大丈夫です。で、そもそもお仕事、まず入院中に面接を受けて、退院した後割とすぐにオープン前の準備とかでいろいろ仕事に入って、もう退院したてピチピチで階段の上り下りとかでぜいぜい言いながら先行ってくださいって言ってなかなかパワフルにやってたなって思ってます。すごいね。だから本来だったら絶対そんなことしちゃいけないと思うんですけど、もうだいぶパワフルにやって、でもどうしてもやっぱ体調崩して休職して、で戻ってきて、で辞めて。で、今の会社は、はい。癌になったことはもう伝えてるんですか？一部の人には伝わってると思うんですけど、多分全体には伝わってなくて、っていうのも、普通のアルバイトとか社員とかじゃなくて業務委託なので、いろんな人がいるから伝えてるとしても本当社員さんの一部、別に本来私全然隠したりしてないのでだいぶオープンにしてはいるんですけども、ウィッグのことだけはオープンにしてます。ウィッグずれてたら恥ずかしいから。今ウィッグなんですね。今ウィッグです。ほら。本当や。よいしょ。すごい素敵な三つ編みやなと思ってたんですけど。三つ編みじゃないです。あれ？素敵なボンボン。ボンボン。ボンボン。そうなんや。素敵やなと思ってた。そっか。ウィッグにはなんねや。そっか。はあ、だからずれてたら教えてねっていうのを社員さんに言ってると。もうずれてたら教えては誰にでも言ってます。誰にも言ってる。はい、だからそれが癌かどうかっては言ってないけど、そうです。全然聞かれたら答えるんですけど、ややこしいからとりあえずウィッグしてるから、ずれたら教えてねっていう感じ。はい。そうなんですね。はい。そしてですね、はい。次、こちら。お金や保険ということで、治療費どうされました？お母さんが出してくれる感じ？全部親ですね。はい。民間の保険も入られてました？入ってなかったんですよ。そっか。じゃあもう、そうね、ご学療制度使ってやってるって感じだね。そして次こちら。工夫したことなんですけども、入院中もしくは治療中、治療後、いつでも変わらないんですけど、工夫したこと、なんかこういった、例えばなんですけれども、病室にこれを持ってったよもそうですし、
工夫っていうのかわからないけど、入院中だいぶ楽しんで過ごしてはいました。おー。その楽しむっていうのは友達作るもそうですし、そうですし他に何か楽しんでました？写真では出してないんですけど、ハロウィンで、もう風船とか膨らましたりとか、ハロウィンメイクをして、同部屋の患者さんに事前に許可をもらってお菓子を配ったりとかして、ハッピーハロウィーンってやって、少しでもそうするとまた看護師さんたちが見に来るので、それで、うわーすごいっていうのを見たかっただけ。なんか病院に入院中もそういうイベントごとは大切にしてはい。やってたってことだね。すごいですね。多分やっぱテーマパークで働いてるというのもあって、人を楽しませることがすごい好きなので、まあ入院中って環境だけれども少しでももうみんなが笑顔になってくれればなっていうふうには思ってまし素た。晴らしい。そういう風な、自分も楽しくなりつつ、周りの人も楽しくして入院生活過ごしてたってことですね。あとお、挨拶するようにしてました。でもおうおう病棟内でぐるぐる私1万歩毎日歩いてたんですけど、その時に途中から他のすれ違う患者さんとかに全く知らない人にこんにちはって挨拶するようにして、なんとなくすごい大きく変わるとかじゃないんですけど、なんかなんて言えばいいんだ、挨拶することによってなんか気持ちがちょっと軽くなるじゃないですけど、すごいいいなって思った。と同時に逆に辛い時にそれがもう挨拶文化がもう広まりきっちゃって、私が広めたやつが、私が辛い時にこんにちはって言われて挨拶を返せないっていう状況あったんですけど、まあ明るい時に患者さん同士で少しでも交流を持つのはすごいいいなって思いました。挨拶文化を定着させていったってことね。はい。そして次こちら。はい。情報。はい。インターネットで情報をあまりね、見ないようにしていたっていう風なことあったと思いますけれども、その分、情報ってどっから仕入れてましたか？もう仕入れてなかったですね。もう自分が起こったことを発信するのみ。のみに留めてたってことなんですね。だから医療情報に関してはお母さんとか、主治医の先生からっていう感じかな。だから仕入れるっていうよりも発信する方にナミちゃんが頑張っていったということですね。はい。そして次こちら。はい。癌になる前と後で変わったこと、意識的なものでもいいですし、生活習慣のものでもいいですし、なる前と後で何が一番変わりましたか？すごい強く変わったなって思うのは、人とのつながりをすごい大事にするようになったっていうのが大きくて、入院してすぐにもう大量のお手紙だとかプレゼントとかをいただいて、あったかいなってすごい思ったのと同時にあったかいなって思った経験と、あとそんぐらいか。それね、人の温かみというか。温かみもあったし、人との関わり、関わってくれてる子もそうだし、もう今あるつながりを、簡単に切っちゃわないように、少しでも大事にしていけたらなっていうのは、すごい思って、今みんなが生きてるのが当たり前じゃないんだなっていうのは、再認識して、もう、全力で会うようにしてます。いいですね。だからそういう、ご縁っていうのを大切にされているっていう風な、癌になる前と後で変わったことということでした。そしてあの時の自分へ、もし入院中もしくはなんか大変なタイミングの時の自分へ何か声をかけるとしたらどんな声をかけますか？ナミちゃん。その調子でいいよですかね。そのままでいいよって。はい。それを経てこれになってるので、もうその調子でいいんじゃないかなって思います。落ち込んでるのも別に悪いことじゃないですし、もう落ちるときは落ちてしまえと。で、落ちて、また上がるときが来るだろうから、もうその時はその時でっていう感じで、その調子で、going my way っていう風なね。はい。going my way という風な、自分のね、その時に関しては、そのままでいいよっていうことはお伝えしたいということですね。はい。そして大切にしたいこと、夢や目標など、今あったりとかしますか？どうでしょうか？
やっぱり自分自身の発信を止めるべきじゃないなっていうふうにはすごい思って、発信し続けなきゃいけないんだなってそれいうのを。何かあったんですか？どういうことどういうことじゃあ発信続けないといけないなと思った自分のなんか出来事があったのか、そういうどういうふうにしてその考えに至ったんですか？大体そう。ああ、そういうこと。パスする？ちょっと待って。よし。大丈夫？で、別に無理しなくていい。違うんです。本当に。違うんです。すごい大事なことだから。はあ。よし。そう、一緒に入院してた友人を亡くした時に、つい最近亡くしたばっかなんですけど、その時に、やっぱ彼の思いも背負ってじゃないですけれども、やっぱ、こうやって情報発信することによって一人でも救える人がいるのかなって思って、やっぱりそういう面において情報を発信するのを止めるべきじゃないなと思って、少しでも発信を増やしていこうと思って、かなり今、力を入れております。そっか。なんか、ありがとうね、話しづらいことにもお話ししてくれて。その分発信していこうというふうなことでやってるのね。はい。なみちゃんがね。最近ね、だから YouTube とかも始めたよね。そうなんです。そうなんです。まだ解説しただけっていう状態なんですけど。まだ解説して1日目、2日目のタイミングでね、出てくれているので、また概要欄にもね、なみちゃんの、はい、URL 貼っときたいと思いますので、はい、ぜひぜひというふうなことを思います。今後も発信、はい。ぜひ続けていってください。見習います。いやいやいや。そうだね。中で、インフォメーションに入っていきたいということを思います。インフォメーション。がんノートはですね、がん経験者さんのインタビューを、生活にフォーカスしてお届けしている番組でございます。その中でですね、今まで400名の患者さんの、インタビューといったものの、この、工夫などが、一冊の本となっておりますので、ぜひですね、この本であったりだとか、オーディブルなどで聞いてもらえたら嬉しいなと。いうこと思ってます。そうなんです。オーディブルになってるんですよ。これすごいわかりやすいですよ。ありがとうございます。見てくださいました？見ました。本当？悔しかったです。わかりやすすぎて。いやいや。そう、ちょっとね、見やすく、本当に、レイアウトとかも、結構、工夫しているので、ぜひぜひお手に取って、お近くの本屋さんだったり、Amazon さんで、見てもらえたら嬉しいなと思っています。どのようにね、皆さん考えているのかっていうのが分かってもらえるのに一冊かなと思います。そして、こちらですね、ここまで見てくださっている方は、チャンネル登録してくださっている方も多いかなと思うんですけど、もしまだの方は、チャンネル登録してくださったりとか、高評価押してもらったりとか、コメントで応援してもらえると、はい、やっていく励みになりますので、ぜひ、もうチャンネル登録だけでもいいので、ぜひよろしくお願いいたします。また、出演は応募フォームからといったところで、ホームページにですね、応募フォームといったものもありますので、ぜひこちらでお待ちしております。なみちゃんはがんノートのことご存知でした？はい。ちょっと見てくださってたりとかしたんですかね？はい。そうなんですね。ちょっと。知り合いが出た時は、見てました。そうなんですね。見てくれていて、そしてつい出てくる立場になってくださってたということでね。はい。ぜひぜひ皆さん、応募お待ちしております。はい。そして最後、こちらメッセージになっていくんですけれども、なみちゃんからですね、視聴者の皆さんに向けたメッセージはこちらになります。がんになってから彩る人生もある。私はがんによって人生を壊されたと同時に、がんによってすごい人生を大きく変えられました。もう彩られた結果、こんな感じで超彩られました。はい。はい。はい、ありがとうございます。そう、今日ね、皆さん、なみちゃんのこのネイルもしてきてくださっていたりだとかね、最初、服装もね、かなり派手っていう。いや、派手ですよ。いいのか。はい、かなという風な感じでね、思われたと思うんですけども、こういった意図があったと。はい。彩られる人生もあるよということでね、はい。結構、ね、彩って、なみちゃんは意識的に彩っている感じですかね。彩られたのに気づいて、
発信するためにもっと彩っていこうと思ったら、あーこうなってしまいました。ああ、そういうことね。はい。そっかそっか。だからそういったことも胸に秘めてっていう風な形で、ナミちゃんがね、いてくださるっていうのは、なんか、今闘病中の人たちはね、なんか、こう見通しだったりヒントになるんじゃないかなということを思います。はい。ナミちゃん、これにて、ガンノート終わっていきますけれども、いかがでしたでしょうか？あっという間。いやー、ナミちゃんのね、こう笑顔が印象的だったんじゃないかなっていうことを思います。このね、配信では。はい。だから、ナミちゃんのね、これからもぜひぜひ発信のほどよろしくお願いします。はい。それでは、これにてガンノート終了していきたいと思います。また次の動画で皆さんお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。